こんにちは、のむのむです。今年8月に YouTube にアップいたしました動画、3D アニメーションによる格子変更の量子もつれ現象とベルの不等式の破れの解説では、現象の本質的な理解のために、確率の式で表現されたベルの不等式を用いて、量子もつれ現象が古典物理モデルでは説明できない不思議なものであることを示しました。一方、ノーベル賞は CHSH 不等式を用いた研究が受賞し、多くの YouTube 動画もそれを説明のベースにしていますが、この不等式は確率そのものではなく、相関の関係を用いるため、やや直感性に欠ける嫌いがあります。本ビデオではこのギャップを埋めるために CHSH 不等式と確率の式で表現されたベルの不等式との関係の説明にトライしています。ただ、それぞれの不等式に関して具体例を含めた詳細な説明を行おうとすると、ビデオがかなり長尺になってしまいます。それで、他の方々のビデオなどですでに説明されている相関の性質に基づいたオリジナルのベルの不等式や CHSH 不等式の証明、あるいは具体的な不等式の破れの解説などは本ビデオには含みませんでした。以下では相関の式で定義される CHSH 不等式を確率の式で表されるベルの不等式を用いて説明します。なお、計算を手計算で行っていますので、勘違いや計算ミスがまだ含まれているかもしれません。ご指摘や修正コメント大歓迎です。よろしくお願いします。のむのむ。量子もつれとベルの不等式のビデオでは、この確率の式で表されたベルの不等式を使いました。アルファ、ベータ、ガンマは異なる角度の変更フィルターに対する無変更の格子のパスを表します。また、アルファバー、ベータバー、ガンマバーは格子がブロックされることを意味します。不等式左辺の第1項は、ペアの格子の一方が0度のフィルターを通過し、もう一方の格子が 22.5 度のフィルターでブロックされる確率になります。これは左の集合図の青の部分の確率になります。第2項は、ペアの格子の一方が 22.5 度のフィルターを通過し、もう一方が45度のフィルターでブロックされる確率です。これは赤の部分の確率になります。不等式の右辺は、一方の格子が0度のフィルターをパスし、他方の格子が45度のフィルターでブロックされる確率になります。これはサズの紫の網掛けの部分になります。集合図の面積から明らかに、この不等号が常に成立するはずです。先月 YouTube にアップしたビデオでは、これをベルの不等式と呼びました。広い意味では、これもベルの不等式の一部なのですが、正確にはこれはウィグナー・デスパーニアの不等式と呼ばれているものです。こちらに主な3つのベルの不等式の定義式を示します。実は一番最初ベルの論文で示された不等式は確率ではなく大文字 C で表される相関に関する不等式でした。相関の詳しい定義はまた後で説明します。この不等式を証明した論文は1964年に発行されました。その後、1969年にクラウザ、ホーン、シモニー、ホルトの4名により適用範囲の広い不等式が示されました。著者の頭文字からこれは CHSH 不等式と呼ばれるようになりました。さらにその翌年、ウィグナーとデスパーニアによりベルの不等式を確率で表現した不等式が示されました。このウィグナー・デスパーニアの不等式はこの現象の本質的な部分を理解するのに適した表現になっていますので、すでにベルの不等式としていろいろな教材で使われています。では
オリジナルのベルの不等式とウィグナー・デスパーニアの不等式の関係を見ていきましょう。1964年の論文の中でベルは隠れた変数の存在を仮定してこの不等式を導きました。大文字 C は相関を意味します。例えば、α が0度のフィルターのパスを、β が 22.5 度のフィルターのパスを表す場合、C α β はαとβの結果の一致の度合いを表します。例えば、ペアの格子の一方がαを 100% パスし、もう一方の格子がβを 100% パスする場合、その相関は 1.0 になります。また逆に、一方がαを 100% パスし、もう一方がβで 100% ブロックされる場合、その相関はマイナス 1.0 になります。αとβの相関は確率の4つの項を用いて下記の式で表されます。一方の格子がαをパスし、もう一方もβをパスした場合、その確率の相関への寄与分はプラスになります。また、一方の格子がαでブロックされ、もう一方もβでブロックされた場合も、同じ性質という意味で相関に加算されます。これとは逆に、一方の格子がパスしたのに、もう一方の格子がブロックされた場合は、ネガティブな相関ということで、それらの確率はマイナスされることになります。以下では相関を確率の式で置き換えて2種類のベルの不等式の関係を見ていきます。オリジナルのベルの不等式には左辺に絶対値がついています。まず絶対値の内部がプラスになる場合を考えると一番下の式が得られます。実は絶対値の内部が負の場合もαとγを入れ替えると同じ式が得られます。以下ではこの相関の不等式を確率の不等式であるウィグナー・デスパーニアの不等式を用いて証明していきます。まず最初に相関の各項を確率の式に変換します。左の赤いマイナスの記号は式全体を各項ごとに引き算することを意味しています。次にウィグナー・デスパーニアの不等式の第1項を右辺に移動し、項の引き算の形を作ります。この不等式でガンマバーをベータに、ベータバーをガンマに置換します。もともとウィグナー・デスパーニアの不等式は集合図上の面積の大きさから導かれた不等式ですので、独立した事象を置換したり、元の事象とそのバーを入れ替えても不等式は成立します。このようにして得られた不等式の右辺は相関の式の右辺の第1項のハイライト部分と一致します。この関係を用いて相関の式を変形していくことができます。ウィグナー・デスパーニアの不等式に同様の変換を行って相関の式の各項を置換する4つの不等式が得られます。この式の不等号の方向からαベータの相関からαガンマの相関を引いた値はこの4項の確率の和よりも小さいか等しいことが導けます。ここで式の変形を進めるために残ったベータとガンマの相関は0または正の数であると仮定します。もちろん一般的には負になるケースも考えられますが、ここでは正になるケースだけを見てみることにします。ベータとガンマの相関が正だとすると、もともとマイナスの符号がついていますので、その符号をプラスに反転した式は必ず元の式以上になります。さらに、ウィグナー・デスパーニアの式から導いた4つの不等式をこの式に適用すると、一番下の式が得られます。この式は確率の定義により 1.0 になります。こちらがその集合図による説明です。
最後の式はすべての確率の組み合わせの総和になりますので、確率の定義から 1.0 になることがわかります。以上をまとめますと、ウィグナー・ディスパーニアの不等式から導かれる4つの不等式と確率の総和が1になるということから、ベータとガンマの相関が0以上の場合、オリジナルのベルの不等式が成立することが証明できます。この証明の対偶を考えますと、次のことが言えます。相関に基づいたオリジナルのベルの不等式が成立しない場合、ベータとガンマの相関が0以上であれば、4つのウィグナー・デスパーニアの不等式のいずれか、または確率の総和が1であるということが破られていると言えます。これはアルファ、ベータ、ガンマの事象が集合図で書き表すことができないことを意味します。また、実際に測定で相関を求める場合、確率の総和が1になることを仮定して計算を進めることが多いので、この場合、オリジナルのベルの不等式が破れているということは、ウィグナー・デスパーニアの不等式のいずれかが破れているということと同じであると考えられます。同様の方法で CHSH 不等式とウィグナー・デスパーニアの不等式の関係を見てみます。CHSH 不等式ではテストを行うフィルターの角度が1つ増えて4つの角度に対する相関を使い式を作ります。このため角度による制限条件がより厳しくなり、また格子ペアそれぞれに別々の角度を2つずつ割り当てることで A 側と B 側で完全に独立した角度設定が可能になります。証明ではまずベルの不等式の時と同様に絶対値の内部が0または正の値を取る場合を考えます。実際に実験を行うと結果でこの条件を満たすものがありますので、今回はこの場合だけを考えることにします。また式の変形を対比しやすくするために α0、α1、β0、β1 をそれぞれ α、β、ガンマ、デルタで置き換えています。オリジナルのベルの不等式の時と同様に相関の項の引き算になっている部分に合わせて4つの不等式をウィグナー・デスパーニアの不等式より作成します。4つの不等式を適用すると一番上の不等式が得られます。ここでさらに右辺の確率の2つの項に対し変数を置換してウィグナー・デスパーニアの不等式を2つ作成します。アルファ、ベータの相関とアルファ、ガンマの相関の項を確率の式に展開し、この2つの不等式を適用すると2種類の確率の相和の式が得られ、これから CHSH 不等式の左辺が2以下になることが証明できます。オリジナルのベルの不等式の時と同様に対偶を考えますと、CHSH 不等式が成立しない場合、ウィグナー・デスパーニアの6つの不等式のいずれか、または確率の総和が1であることが破れていると考えられます。以上、説明させていただいたように、オリジナルのベルの不等式も CHSH 不等式もウィグナー・デスパーニアの不等式から導くことができることがわかります。つまり、これらのベルの不等式の破れは、ウィグナー・デスパーニアの不等式の破れから生じていると考えても良いだろうということです。また、オリジナルのベルの不等式は、ウィグナー・デスパーニアの不等式と同じ3種類のテスト結果から検証することができます。相関を用いた不等式では、同時に4つのウィグナー・デスパーニアの不等式が評価されますので、完全に同じではありませんが、おそらく似た性質を持つ不等式であると考えられます。一方、CHSH 不等式は4つのフィルター角度を用いて、そのうち2つずつを別々のサイドに割り当ててテストを行いますので、A 側と B 側のフィルター角度の設定を
完全に独立に行うことが可能になります。こちらの図はオリジナルのベルの不等式あるいはウィグナー・デスパーニアの不等式のテストでのフィルターの設定方法を表しています。3種類の角度からランダムに2つを選び、それを A 側、B 側に割り当ててテストを行います。また、こちらは CHSH 不等式でのフィルターの設定方法を表しています。4つの角度のうち2つずつを A 側 B 側に割り当て、両側でランダムに2つのフィルターを切り替えてテストを行います。角度の設定に関する A 側と B 側の依存関係が全くなくなりますので、より厳密なテストを行うことができると考えられます。いかがでしたでしょうか。相関を用いたオリジナルのベルの不等式や CHSH 不等式は集合図のすべての領域を計算に用いますので、より完璧であるように思えますが、各項の関係を追いかけると結局シンプルな確率の不等式であるウィグナー・デスパーニャの不等式に帰結することがわかります。もちろん CHSH 不等式にはそれ以外にもいろいろなメリットがあります。しかしながら古典物理モデルでは表現できない量子もつれ現象の本質はこのウィグナー・デスパーニャの不等式に凝縮されていると言ってよいでしょう。YouTube 動画 3D アニメーションによる光子変更の量子もつれ現象とベルの不等式の破れの解説では、理解のしやすさを優先してウィグナー・デスパーニャの不等式をオリジナルのベルの不等式として紹介しました。実際に量子力学の計算を行う場合には相関を用いる方が便利なことも多いと思いますが、何が起きているかの理解にはこの確率の視点がよりわかりやすいのではとも思っています。なぜこの動画は CHSH 不等式ではないのという疑問に少しでも答えられましたでしょうか。ではまた次のビデオでお会いしましょう。のむのむでした。